紙テープと折り紙を使って作る秋の吊るし飾り。葉っぱや紙テープを使った吊るし方のご紹介になります。それでは早速作っていきます。まずはもみじの葉っぱを作っていきます。葉っぱの折り方につきましてはこちらの紙でご説明していきます。まずはこの紙を半分に折ります。半分に折ったらこれをまたさらに半分に折ります。半分に折ったら開きます。開きましたらこちら折れ目側じゃない方を奥の方にしまして、折れ目側の方ですね、こちらを手前にします。この状態でですね、こちら真ん中から下の辺ですね、ここを真ん中中心のこちらの線に向けてこのように三角に折ります。折ったら反対側も同様に真ん中の方に向けて折っていきます。折ったら開きます。開きましたらこれを裏返します。裏返しますと先ほど折った部分が全て山折りになっていると思います。そうしましたら今度はこの山折りと山折りの間の方を折っていきます。なので右の方にあるこちらの折り筋を真ん中の方に向けて持っていくのですが、これを合わせるのではなくちょっとずらして、そしてこちらですね、ここを折ります。でそうしますと真ん中と右の方ですね、ここに谷折りが出来上がります。こんな感じでですね、畳んで、次はですね、真ん中の折り筋と左のこちらの折り筋、この間ですね、ここにも同様に真ん中の折り筋を持ってきて、でさらにちょっとずらした状態で折ります。そしたら左の方ですね、左の方は左のこちらの折り筋とこの下の辺、ここをですね、他のところと同様にこのように持ってきまして、しっかりと重ねる手前でここですね、少しずらして折ります。この時に先端ができるだけとんがるようにしてください。あとはこれをハサミで切るのですが、切り方につきましては左下のところから弧を描くように真ん中の方に持ってきまして、そこからややまっすぐにですね切っていきます。ハサミで切りますと、これを広げます。そうするとこのようにもみじの形に仕上がります。これをですね、通常サイズの折り紙で作っていってください。通常サイズの折り紙でも作りました。お好みの枚数作ってみてください。続きまして今度イチョウの方を作っていきます。イチョウの葉は簡単に作っていきます。まずはこの折り紙をひし形に向けて、そして三角に半分に折ります。半分に折ったらこれをまたさらに半分に折ります。折ったらこれに下書きを描いていきます。下書きを描きました。このような感じでですね、葉っぱの断面を大きく描くような感じ、こちらですね、葉っぱの断面を大きく描くような感じで描いてみてください。あとはこれをハサミで切ります。ハサミで切りましたらこれを広げます。そうするとですね、イチョウの葉がこのような感じで2枚出来上がります。実際の写真など画像を見て作ってみてください。今度はですね、落ち葉の、葉っぱの方を作っていきます。まずはこの折り紙を4分の1サイズにカットします。4分の1に切りましたらこれで折っていきます。まずは折り紙を裏返しまして、でひし形に向けます。この状態で三角に半分に折ります。折ったらこれをまたさらに半分に折ります。折ったら開きます。開いたらこれの上下を変えまして、で下の頂点の部分を真ん中中央のところまで持ってってもいいのですが、その手前ら辺でも大丈夫です。お好みの位置で折っていただいて、でそうしましたら下のこちらの左右の部分、ここをですねちょっとだけ折り上げるんですが、この時にですね真ん中の部分がとんがるような感じに折ってください。右の方を折りましたら今度は左の方も折ります。はい、こんな感じですね。真ん中の部分がちょっととんがってます。
で折りましたら、この両サイドを開いて、で、このままさらに開きます。開いたらですね、先ほど折った部分を内側の方に向けて、このように折っていきます。片方を折ったら反転させて、で、反対側の方も同様に折ってください。折ったらこれを閉じます。閉じたら少し斜めにして、斜めにした状態で蛇腹のような感じで、このように交互に折っていきます。綺麗に折らなくても大丈夫かと思います。で、ある程度折ったらこれを開きます。これでですね、落ち葉、枯葉の方の完成です。続きまして、紙テープで吊るしの方を作っていきます。まずは紙テープを伸ばしていきます。この伸ばす長さはですね、吊るし飾りで飾りに必要な長さですね、結構長めかと思います。で、その分伸ばしてください。決めた長さ伸ばしましたら、ハサミで切ってください。あとは紙テープを10センチから15センチ、適当な長さにどんどん切ってください。はい、とりあえず5個ぐらい切りました。あとはこれをですね、定規なので、先端の方でもいいですし、真ん中の方でもいいので、軽くこう、しごいて、ちょっと癖をつけます。他のものも、適当にですね、先端の部分でもいいので、こう、癖をつけて、ちょっと調子を変えてください。もちろん、このままの形でも大丈夫です。お好みの、いろんな形で、こう、紙テープの方を、癖つけてみてください。癖をつけましたら、先ほど切った長いやつですね。こちらに貼り付けていきます。短い方の紙テープ、どこでもいいので、ボンドを、つけてください。そしたらこれ、長い紙テープですね。これの横の、側面にですね、合わせるように接着します。はい、こんな感じです。あとはですね、別のやつもこのようにボンドを塗って、お好みのところにどんどんと貼り付けてください。はい、先ほどの5本の帯をですね、このような感じで貼り付けました。お好みの位置にじゃんじゃん貼っていってください。で、まだですね、こちら長いので、帯の方また切って貼り付けていきたいと思います。本当にお好みの形、本数を切ってで、貼り付けていってください。メインの紙テープにたくさんこのように帯をつけました。そうしましたら今度は葉っぱなどを貼っていきます。作った葉っぱを貼っていくのですが、この帯のこの縦の状態ですとボンドで接着しづらいので、この帯の貼り付けるところ、その部分はこのようにねじって、で、ちょっと形を変えてしまいます。そしたらこのねじったところですね、ここにボンドを塗りまして、で、作った葉っぱをそこに貼り付けます。そうすると、吊るした時にですね、色がついてる方が、正面の方を向いてくれます。さらに、もみじの葉っぱの場合はですね、貼り付ける際は、ちょっと裏の方が出っ張ってる状態で貼ったのですが、貼り付け終わった後はですね、この真ん中の部分を、表に出っ張らせるような感じにすると、しっかりと、正面向いてくれますんで、おすすめです。こんな感じですね、他のものも同様に貼ってみてください。ちょっとお伝え忘れましたが、イチョウの葉を貼るときはですね、このように色がついている方が谷折りではなく、できるだけ山折りにして貼り付けてください。この方がですね、吊るした際に色がついている方がしっかりと正面に出てくれますので、この方がおすすめです。葉っぱの方をいくつか貼り付けました。こんな感じになってます。横に貼った紙テープの全てにですね、葉っぱを貼り付けるわけではないので、お好みで、貼ったり貼らなかったりという風にしてください。これをですね、あとは複数本作って完成になります。完成と言いましたが、ちょっとお伝え忘れです。このくるんとしたところですね、これをですね、もっとこう外側に増したい場合、またですね、追加で紙テープを切っていただいて、これにですね、ボンドをつけて、そしてメインの帯の方に貼り付けたやつにこのように
外側に追加することによってですね、よりさらにこのクリーンとしたものが、外側に行くような感じになるので、幅が広げられるかなと思います。これはお好みでやってみてください。いかがでしたでしょうか。壁に吊るすとこのような感じになります。今回はですね、紙テープを結構な量使うのですが、色をですね、変えることによって、そこも分散できるかなと思いますし、紙テープをですね、結構くるんとさせるものを多く貼り付けることによって、葉っぱも少なめにしてもボリュームのある吊り飾りができるかなと思います。今回はですね、通常サイズの折り紙を使いましたけども、4分の1のちょっと小さめのやつを貼ってもバリエーションが広がって面白いかもしれません。それでは今回はですね、秋のもみじとイチョウ、落ち葉の吊るし飾りの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。